2026年、人類が月に戻ります。最後に行われた有人月面探査は1972年のアポロ17号。実に54年ぶりとなる月有人飛行の瞬間が今まさに訪れようとしているのです。NASA が描くのは一過性の短期ミッションではなく、数十年をかけて月に第二の生活圏を築く壮大な構想でした。新時代のアルテミス計画の全貌を解き明かします。アルテミスの名はギリシア神話に登場する月の女神を指します。アポロ計画との決定的な違いは短期目線か長期目線かという点です。冷戦時代、アメリカとソ連は国力を誇示するための手段として月面着陸に邁進していました。いわば科学ミッションの皮をかぶった政治闘争です。それに対してアルテミス計画は経済的・科学的な成果を最大化することを目的としています。長期的に滞在できる拠点を月面に築き、地球から月へと生活圏・経済圏を広げていくのです。記念すべき1回目のミッションであるアルテミス1は2022年11月に行われました。NASA の最新システムに人間を乗せて地球と月を往復する能力があるかどうかを見る無人飛行試験です。それが有人宇宙船オリオンとスペースローンチシステム SLS ロケット。オリオン宇宙船は宇宙飛行士を月まで高速で送れる唯一の宇宙船です。乗組員が生活する空間はクルーモジュールと呼ばれています。4人の乗組員を最大21日間にわたって収容することも可能です。クルーモジュールの下には電力や推進力を生み出すサービスモジュールがあります。乗組員が生活するための酸素や水も供給する宇宙船の生命線となる部分です。宇宙船の先端には緊急用のシステムが搭載されています。航行中に深刻なトラブルが起きた場合、オリオン宇宙船をロケットから切り離し、海の上に安全に着陸させます。オリオン宇宙船を搭載する大型ロケット SLS ロケット。高さは28階建てのビルに匹敵し、打ち上げ時の重量は乗用車1700台分以上。大きさ、性能ともに現役のロケットの中では怪物級のスペックです。アルテミス1で使用された機体は38万 km 先まで最大27トンの荷物を輸送できます。オリオン宇宙船、宇宙飛行士、そして貨物を1回の打ち上げで月に送ることができる唯一のロケットです。アルテミス1のミッションは25日半をかけて行われました。地球周回軌道を離脱してから5日間で月に到達。月周回軌道で約6日間を過ごし、月面から約 130km の地点まで接近。月の重力を借りて地球に戻るというルートです。地球から約43万 2000km の距離まで飛行し、人間が乗れる宇宙船としては史上最も遠い記録を達成しました。オリオン宇宙船の太陽電池パネルに取り付けられたカメラが飛行中の光景を撮影しています。月をこれほど間近で捉えたのはアポロ17号以来の出来事です。オリオン宇宙船が大気圏に再突入している貴重な映像。高速で移動する機体が前方の空気を圧縮することで、そのエネルギーが熱に変わっています。地球の大気圏に再突入した際のスピードは秒速 11km。機体の温度は摂氏約5000度まで上昇しましたが、凄まじい高温にも耐え抜きました。大気圏を抜けたオリオン宇宙船は減速用のパラシュートを展開。
日本時間で12月12日未明、太平洋のメキシコ湾に着水します。結果としてアルテミス1のミッションは大成功で終わりました。 NASA の解析によると、オリオン宇宙船は合計161項目のテスト目標を全て達成。サービスモジュールが想定より 20% 多い電力を生み出しながらも、消費電力を 25% 低く抑えるなど、期待以上の性能を示しました。アルテミス1の無人飛行試験を受けて満を持して実施されるのが有人飛行ミッションであるアルテミス2。最大の目的は、新宇宙でオリオン宇宙船が人間を乗せた状態で正常に機能することを証明することです。アルテミス2は月面には着陸せず、月の裏側を回り込んで地球に戻ります。まず、SLS ロケットがオリオン宇宙船を打ち上げ、不要な部分を切り離しながら地球周回軌道に投入。その後、乗組員が乗ったオリオン宇宙船と ICPS と呼ばれるロケットの上段が地球を2周します。月に直接向かわないのは、地球を周回する間にシステムが正常に動くかどうかを確認するためです。次に ICPS の噴射によってオリオン宇宙船をさらに遠い楕円軌道に押し上げます。オリオン宇宙船が月に向かうために必要なスピードまで加速することが目的です。軌道の変更が完了すると ICPS はオリオン宇宙船から切り離されますが、 ICPS の役割はまだ終わっていません。オリオン宇宙船が一時的に手動操作モードに切り替えられ、分離した ICPS への接近と離脱を繰り返し行います。これは将来、月周回軌道で月着陸船とドッキングする際の手順を宇宙飛行士が練習するための工程です。訓練に成功した後に、オリオン宇宙船は再び自動運航モードに戻され、月に向かってエンジンを噴射します。そこから月に到着するまでは約4日間の宇宙旅行です。この映像はアルテミス2の乗組員が月に最も接近する日に見る光景をシミュレーションしたものです。月面からの距離は 6400km から 9700km ほど。月の重力を利用して裏側に回り込む形で飛行し、裏側にいる間は30分から50分にわたって地球との通信が途切れます。この映像では月の裏側が明るく照らされていますが、乗組員が実際に見る光景は全く違うものになるかもしれません。その理由は時期によって日照条件が変わるからです。例えばアルテミス2が2月の上旬に打ち上げられた場合、月の裏側はほぼ全域が照らされます。ところが打ち上げ日がそれより遅れると、裏側の照らされる範囲が狭くなります。アポロ計画の打ち上げ時は月の裏側が暗く、表側が照らされていたため、乗組員は昼間に着陸することができました。月の裏側に回り込んだオリオン宇宙船は自動的に地球の重力につかまるため、推進剤を使わずに地球に戻ることができます。地球に接近するとサービスモジュールを切り離し、乗組員が乗るクルーモジュールだけで大気圏に再突入。パラシュートで減速し、太平洋に着水してミッション終了となります。打ち上げから帰還まで10日間しかない宇宙旅行ですが、地球低軌道を超えた有人飛行は21世紀初となる快挙です。アルテミス2は半世紀ぶりに地球の磁場の外に出るという点においても大きな意味を持っています。有人宇宙飛行の最も深刻な健康リスクが宇宙放射線です。普段は地球が生み出す磁場のバリアが宇宙放射線の大半を遮断しているため、人間への影響はほとんどありません。しかし、磁場の保護がなくなると、宇宙放射線の脅威は命を脅かすレベルまで跳ね上がります。高エネルギーの粒子が弾丸のように人体をうがち、
免疫システムの混乱、認知機能の低下、白内障、長期的にはがんのリスクの上昇まで、磁場という傘の外に一歩踏み出せば、そこはもう死の世界です。宇宙放射線の主な発生源は3つ。1つが太陽系の外から降り注ぐ銀河宇宙線、そして太陽の活動によって突発的に生じる太陽フレア粒子、最後にバンアレン帯です。地球を同心円状に取り囲む高いエネルギー粒子の領域。内側は宇宙放射線と地球の大気の相互作用によって生まれた粒子、外側は太陽からやってきて地球の磁場に捉えられた粒子によって構成されています。オリオン宇宙船はこの領域に突入せざるを得ませんが、乗組員にはどれほどの影響が出るのでしょうか。放射線が人体に与える影響の度合い、つまり被曝の量はシーベルトという単位で表されます。高度約 400km を周回する ISS での被曝線量は1日平均約1ミリシーベルト。これは地上で暮らす日本人が半年から1年間で浴びる放射線の総量とほぼ同じです。健康リスクが許容範囲に収まるように管理されているとはいえ、地上の100倍以上の放射線を被曝しています。ISS よりはるかに放射線量の高い磁場の外に出た人間は、アポロ計画に参加した24人の宇宙飛行士のみ。NASA によると、9日間に及ぶアポロ14号のミッションでの被曝線量は約 11.4 ミリシーベルトでした。地上と比べると間違いなく高いものの、深刻な健康被害が出る水準には達していません。実際に科学誌のサイエンスでも、月面歩行者のほとんどは80代、90代まで長生きし、放射線が原因と思われる過剰ながんや疾患の明らかな兆候は見られなかったと述べられています。一方で、アポロ宇宙飛行士は心臓や血管の病気での死亡率が過度に高いという研究結果も出ており、その関連性に関しては未だに意見が大きく割れているのが現状です。磁場の外で放射線にさらされた人間のサンプルが極端に少ないため、今の段階で宇宙放射線と健康リスクを統計的に論じるのは限界があります。そのデータを集めるという意味においても、アルテミス2が果たす役割は重要です。アルテミス2で想定される被曝線量は10日間で全身 CT スキャンとほぼ同じと見積もられています。短期間のミッションであれば健康リスクを最小限に抑えられるというのが NASA の認識です。もし突発的な太陽フレアが発生した場合は、宇宙船内の特殊なシェルターに身を隠してやり過ごすことになっています。しかし、今後予定されている月面や火星での長期的な活動において、宇宙放射線の危険は致命的なレベルまで上昇します。数ヶ月、さらには年単位にわたる深宇宙での滞在で、放射線のリスクをどれほど抑えられるか、それを解決するための手がかりをアルテミス2でつかむのです。そもそも、なぜ今になって月に向かおうとしているのでしょうか。アポロ計画について特集した別の動画でお話しした通り、冷戦の終結とともに月に行く理由も失われたはずです。ところが、21世紀の今になって月の重要性はむしろ高まっています。その理由は、科学、経済、技術、そして国際協調、あらゆる目的が月に収束しているからです。まずは科学。アポロ計画では主に月の赤道付近を探査しましたが、アルテミス計画で重視されているのは南極です。南極には太陽光がほとんど当たらない領域があり、凍った水が残っている可能性が高いと考えられています。宇宙において水は非常に貴重な資源です。飲料水や衛生用水、呼吸に必要な酸素の生成、さらに水素と酸素に分解すれば推進剤を作ることもできます。そして次世代の資源として期待されているのがヘリウム3と呼ばれるヘリウムの同位体。コンサルティング企業エデルガスグループによると、
2024年には 1kg あたり日本円で約28億円で取引されていた実績もあります。ヘリウム3は太陽の核融合に伴う副産物で、太陽が放つエネルギーの粒子に乗ってやってきます。磁場や大気によって太陽風の大半が遮られている地球にはヘリウム3はほとんどありません。それに対して月には磁場も大気もほとんど存在しないため、長い年月をかけて土壌に降り積もっていると推測されています。ヘリウム3が注目されている最大の理由は、未だ実用化されていない核融合発電の燃料になりうるからです。もしヘリウム3を使って核融合エネルギーを扱えるようになれば、これまでとは桁違いのエネルギーをクリーンな条件下で生み出せるかもしれません。2つ目に経済。水やヘリウム3といった経済的価値の高い資源はいわば利権の泉です。一昔前の宇宙開発は政府が国家事業として単独で行っていましたが、今は民間企業が続々と参入しています。民間企業が輸送や補給、通信サービスを提供し、NASA や JAXA はそれを購入する側に回る。それによって宇宙開発が一過性の国家イベントではなく、継続的に利益を生み出す新たな市場に生まれ変わるのです。3つ目に技術。宇宙開発の長期目標は火星の植民地化です。その目標を達成するにあたって、月は火星に行くための実践的な訓練場として最適な条件を満たしています。火星ミッションは年単位に及び、時間や費用のコストも膨大です。一方、月は地球から距離的に近い、通信遅延が小さい、重力が小さいため、ロケットの発進も容易といった様々なメリットがあります。生命の維持、放射線対策、補給の技術、探査の進め方など、新宇宙における基本的な経験を段階的に積んでいけるのです。月面開発は人類が万全な状態で火星に進出するために最適な実証実験となります。最後に国際協調。アルテミス計画はもはや一国によって成し得る規模を超えています。アメリカ以外にも欧州、日本、カナダといったパートナーが参加しており、国際的な連携が欠かせません。緊迫した世界情勢が続いている昨今だからこそ、それを宇宙にまで波及させないように平和関係を強化しておくことが重要です。アルテミス計画はアポロ計画の単なるリメイクではありません。火星探査を目指す壮大なロードマップの第一歩です。極地の水やヘリウム3といった資源価値、宇宙に長期滞在するための技術を構築する実験場、民間企業による経済圏の創出、そして国際協調の強化、人類の活動圏を宇宙に広げる上で月は非常に大きな意味を持っています。アルテミス2はあくまでも長期的な有人宇宙探査の第一歩に過ぎません。2028年までに計画されているアルテミス3では、ついに約60年ぶりとなる月面着陸を実現します。4人の宇宙飛行士がオリオン宇宙船で月周回軌道に入り、そのうち2人がスペース X のスターシップに乗り換えて、人類史上初めて月の南極付近に降りる予定です。アルテミス3が成功すれば、アルテミス4で本格的な拠点作りへと移行できます。月の周回軌道上に人類初となる月面宇宙ステーション、ゲートウェイを建設。乗組員の居住空間や通信設備が整えられた宇宙飛行士が長期間にわたって滞在できる場所です。月と地球の中継基地であると同時に、新宇宙に長期滞在するための技術の試験場としても利用します。また2024年に日米政府が日本人宇宙飛行士2名を月探査に参加させることで正式に合意しており、早ければアルテミス4で実現する予定です。そしてアルテミス5では新たな着陸船ブルームーンの実証実験を行いつつ、次の目標である火星有人探査に向けて本格的な準備を進めていきます。地球から数日で往復できる月とは異なり、火星への旅は年単位を要し、
現地での生活や開発のコストも桁違いです。月で探査の経験や生活の基盤を整えて、それを火星ミッションにうまくシフトさせる必要があります。半世紀ぶりとなる月面着陸、月面宇宙ステーションの建設、そして火星への有人飛行。人類は宇宙開発の未来を決める転換点に立ち会っているのです。最後までご視聴ありがとうございました。打ち上げ日が今年の2月8日という予定になっていて、カウントダウンまでやってたんですけど、これが変更することになりました。というのも、打ち上げ前にロケットに燃料を入れて問題がないかを確認するっていうリハーサルをやってたんですけど、液体水素が漏れていたのが確認されたみたいです。で、肝心のいつ打ち上げられるのかっていうところなんですけど、早くても3月以降の打ち上げになります。具体的には、現地時間の3月6日から9日、11日、4月1日、3日から6日、30日のどれかになるんじゃないかということです。2024年あたりからいろんな理由で何度も延期されてますけど、さすがにもう延期はされないんじゃないかと思ってたところに、またしばらく延期されるというニュースが入ってきましたね。とは言っても、なんとなく土壇場でなんかトラブルが起きそうな気もしてたので、そこまで驚きはないですね。最近はアメリカでも大寒波がすごくて、犠牲者も出たらしいじゃないですか。燃料入れるにはある程度気温が必要なので、それが理由でまた3月に延期されるパターンもなくはないんじゃないかなと心配はしてます。とは言ってももう、ロケットとオリオン宇宙船は発射台にセッティングされて1週間以上経つので、なるべく早く問題が解決して打ち上げが成功することを期待してます。何か進展があればチャンネルで取り上げようと思ってるので、今後もぜひ見てもらえると嬉しいです。